私の名前は天海千恵。私が目の前にするこの館。ここでゲームが行われるという。どんなゲームかはわからないけど、それに勝利すれば大金が得られるそうだ。両親が借金を作り蒸発した私に残された最後のチャンス。私は今その館の扉を開ける。殺し合いハウス。ようこそいらっしゃいました。あなた様が最後のプレイヤーとなります。こちらの席にお座りください。あ、はい。失礼します。あ怖い。目を合わせないようにしよう。ん？どうも。どうも。隣の人、胸にバッジをつけてる。6か。あ、みんなの席に一つずつ置いてある封筒。中にバッジと紙が何枚か入ってる。5？つけておかないといけないのかな。それでは皆様改めましてようこそいらっしゃいました。この殺し合いハウスと呼ばれる館へ皆様は選ばれたのです。この大金をかけたビッグゲームの挑戦者に喜ばしい、喜ばしい。ここでは皆様にあるルール、付与される特殊能力を持って殺し合いを行ってもらいますが、ここで必要なのは身体能力か殺し慣れた経験か。どちらも違います。皆様の頭脳なのです。殺し合いをするんですか？はあ？お前知らなかったのかよ。大金をもらえるんだからそれぐらいするよね。殺し合いってそれに特殊能力って何ですか？質問は最後にまとめてした方がいいんじゃないかなって。そうしていただけると私もありがたいです。さて、早速ゲームのルールを説明したいところなんですが、まずは皆様それぞれ自己紹介などなさってはいかがでしょう。人によっては最後に会話する方々になるかもしれませんので。自己紹介だ？はっ、くだらねえ。おお、それでは最初に発言されたあなた様から時計回りといきましょうか。は？桐生だ。桐生圭が。次は私なんですね。天海千恵です。高校生をやってます。その赤木修一です。サラリーマンです。よろしくお願いします。お願いします。仙道黒谷、自衛隊。ああ、神崎明です。僕も天海ちゃんと同じで学生だからもう少しリラックスしようね。ダメなやつはさっさと僕に殺されちゃえばいいんだ。僕は伊集院綾人。子供だからってなめないでよね。威勢が良くて可愛いね、伊集院くん。私は柚木ゆめ。
秋山みなね。っていうか私の隣空席なんだけど、どうなってんだ？おい、あとはてめえだけだ。さっさとしやがれ。聞いてるのか？あら、皆さん私の方を見てどうかしましたか？現在皆様で自己紹介をしてもらっています。あとはあなた様だけとなっております。申し訳ありません。あまりに周りがうるさいので耳栓をしていました。ピアニストの耳を汚い声で汚さないでほしいものです。私は塩根日野。適度によろしくお願いします。皆様ありがとうございます。改めましてここにいらっしゃる皆様でゲームを行っていただきます。それではまず皆様が気にされているようですので、その空席についてお話しします。そちらはですね、福永というプレイヤーがいたんですが逃げてしまったんですよ。その後どうなったかご覧になりたい方はいますか？なんとなく想像つくからいいかなって。そんなことよりさっさとルールを教えてよ。わかりました。それではこの殺し合いゲームのルールを一日の流れを説明することでお話しします。ゲームは10日間行われます。ただし初日の本日はルール説明のみ、最終日の10日目は結果発表のみですので、ゲームは実質8日間行われることになっています。まず皆様はその日殺すべきターゲットを指定していただきます。これは名前ではなく皆様に配布してある1から10の番号で指定してもらいます。後で各自個室に案内します。そこにあるノートパソコンで指定してください。なおこの番号は現状本人にしか分かりません。番号は封筒の中にありますバッジで確認できますので各自見ておいてください。その個室は防音ですか？雑音が聞こえるのは勘弁願いたいです。完全防音となっていますのでご安心ください。また部屋に入るには皆様ごとに違うパスワードを用いないと入れません。さらに蹴ろうが拳銃を使おうが壊れない頑強な扉ですゆえ。へえ、それは安全だね。ターゲットの指定は0時、日付が変わった後から行え、その日のターゲットを決めていただきます。皆様にはターゲットを殺すことを目標にしていただきますが、殺しが可能なのはマーダータイムのみとなっています。このマーダータイムとは12時から18時のことを指します。皆様はここロビーに12時までに集合していただきます。その時間にいないプレイヤーはマーダータイムに参加することはできません。また殺しを実行するのに使用してよいのは今個室に置かれ配布されている拳銃、ナイフ、そして付与された特殊能力のみです。それ以外を用いた殺しは一切認められておりませんのでご注意ください。おそらく皆様の中には自身で武器を持参された方もいるでしょうが、それらの使用はできません。それらを使用した場合、問答無用で失格といたします。繰り返しになりますが、12時から18時のマーダータイム以外殺しは許されていません。故にその時間帯以外では拳銃やナイフを携帯することもできず、個室に置いておかなければなりません。
一部を除き能力の使用もできなくなります。能力言ってるけど、それについての説明はまだか？能力はすでに皆様に付与されています。皆様の前にある封筒、そこに皆様の能力名、その効果、発動条件が書かれた用紙が入っています。能力は全部で10種類。プレイヤーの数も本来は10名でしたので、1人に1つランダムで付与されています。能力名だけここで申し上げておきます。絶対服従、仲間か、能力拝借、能力無効化、鍵師、番号把握、能力把握、拳銃携帯可能、ナイフ携帯可能、復活可能。この10種類です。おそらく皆様の常識を超えるであろう能力もありますが、それは確実に起こる。それを理解することも皆様の頭脳にかかっているのです。絶対服従って何？必ず命令聞かせるとか、そういうこと？それぞれの能力にはメリットデメリットがありますので、それをどう生かすかはプレイヤー次第です。さて、次に賞金についてお話をいたします。これについては指定したターゲットを殺せたか否かで決定します。指定したターゲットを無事殺せた場合、そのプレイヤーは1億円を獲得できます。さらに殺したプレイヤーが賞金を持っていた場合、その全ても獲得できます。逆に殺しに失敗した場合は所持する賞金が半減します。さらに翌日のターゲットを指定する権利を失います。翌日の殺しはできないのです。翌日の殺しができないだ？つまんねえな。そんなもん無視してやるぜ。それにターゲット以外も皆殺しだ。別にそれでも構いませんよ。じゃあ何のためのルールだったの？別にルールを破っていただいても構いませんが、それ相応のペナルティを受けていただくということです。これまでのルール確認の意味でもタブーとなる行動をお話ししましょう。1、マーダータイム以外での殺し。2、マーダータイム以外で拳銃やナイフを自分の個室から持ち出す。3、ターゲット以外の殺し。4、洋館から出る。ただし3の例外として、自分をターゲットとしたプレイヤーへの反撃は許されています。この場合、そのプレイヤーを殺すことができれば1億円獲得できます。これらを犯した場合、ペナルティとして3日間のターゲット指定権の剥奪と能力使用停止処分をさせていただきます。反撃も許されません。そしてペナルティを死の数字4回受けてしまった場合、そのプレイヤーは破棄されますゆえ。破棄？いいねえ。ねえ、誰か4回ペナルティをして破棄されてみてよ。最後に最終的な結果についてお話しいたします。結果発表が行われる10日目、命があったプレイヤーにはそれまで獲得した賞金が与えられます。さて、以上がルール説明となります。皆様の前の封筒には今説明したルールがまとめてありますので、
さあどうぞご確認ください。こんなもんがあるんだったら先に言え。てめえのクソつまんねえ説明長々と聞く必要なんてなかったのによ。本当にそうですね。前回のゲームではマスターと呼ばれるような無粋な方はいませんでした。会場はここではありませんでしたが。前回のゲーム、お前まさか。桐生様、塩根様、失礼いたしました。しかし以前のゲームで説明用紙だけでなく司会も用意しろとご指摘を受けましてね。本ゲームからようやくそれが実現したわけです。さて皆様、この館にお越しいただいたばかりでお疲れでしょう。個室にご案内いたします。なお夕食は19時からとなっております。それでは皆様、存分に殺し合いをお楽しみください。疲れた。館に来るのに疲れたんじゃない。殺し合いなんて。19時に夕食だけど、食欲ないからやめよう。ひとまず12時から18時のマーダータイムっていう殺し合いができる時間以外は安全なんだよね。扉を開けることは自分しかできないし。あ、これが拳銃とナイフ。拳銃なんて初めて見た。重い。怖い。で、こっちがターゲットを指定するためのノートパソコンか。インターネットもできる。あれ？スカイプが入ってる。他のプレイヤーと通話できるみたいだけど、みんな怖いからいいや。はあ、何の意味もないけど、ターゲットは1にしようかな。もちろん殺しなんてできないけど、それに殺す気がある人だって結局何もできないんじゃないかな。だってターゲットは番号で指定するけど、誰がどの番号かなんてわからないし、違う番号の人を殺したらペナルティーだ。あ、待って。そういえば番号把握っていう能力があったけど、あれは他のプレイヤーの番号を知ることができるんじゃ。マスターがこのゲームを必要なのは頭脳って言ってたのはこういうことか。いかに相手の番号を知って能力を把握してそれを利用するかっていうゲームなんだ。ん？あれ？ちょっと待って。プレイヤー番号ってまさかこのバッジ？ということは私の番号は他のプレイヤーに知られてるってことで、ターゲットにされやすいってことで、しかもこのバッジをつけてたの赤木さんと私だけだったってことは、私狙
うしたらいいの？もうロビーにみんな揃ってる。一睡もできなかったけど全然眠くならないよ。おいお前、なんでわざわざ来たんだ？お前の表情見ればわかる。気づいたんだろう、自分の番号を晒しちまったヤバさに。だったらここには来ず自分の部屋に閉じこもっておけばよかっただろ。個室のドアは頑丈だ。閉じこもっちまえば誰もお前に手は出せない。それにお前見ただろ、ノートパソコン。ターゲットを指定した後、自分をターゲットにしたプレイヤーがいるか否か分かるようになってた。誰が指定したかは分からねえが人数は分かる。番号を晒したアホなプレイヤーは2人だけ。しかもお前は女だ。狙われる可能性は高い。ターゲットを指定してすぐにパソコン閉じたから見てない。マジかよ。とにかく今からでも部屋に。皆様お集まりいただきありがとうございます。それではいよいよ楽しいマーダータイムをスタートさせていただきます。初のマーダータイム、全員参加ということで存分に殺し合ってください。始まっちゃった。下手に動いたら本当に殺されちゃうよ。それにしても秋山さん、なんで私にそんなアドバイスを？天海にはああ言ったが、部屋の中だって安全じゃない。管理士なんて能力があるんだ。あれはきっとどんな部屋の扉も容易に開けられる能力。それにこんなアドバイスしてる私だって必要とあらば誰だって殺す。無駄なことはしたくねえけどな。ああ、なんで天海お姉さんロビーに来ちゃったかな。ターゲットとして5、天海お姉さんを選んでたのに。僕なら部屋に閉じこもって安心しているところを狙えたのにな。さすがにこんなみんながいる場所で堂々と殺しを行うわけにもいかないし、何より武器がない。誰も動かないね。まあ当然だけどね。確かに天海ちゃんの5、赤木さんの6は割れてるけど、狙いが集中したら厄介だ。ターゲット以外を殺しちゃダメなのに他の人を殺してしまうかもしれない。何よりこんな序盤から自分の能力が割れるような行動、誰だって取りたくないよね。おや、やかましいですよ。こんな危険なところにいるなんて無理だ。私は部屋に帰らせてもらう。そういうの死亡フラグって言うんですよ。まあこんな何も起きねえつまんねえ空間じゃいてもしょうがねえよな。俺も戻って寝るわ。じゃあな。私も戻ろうかな。でも怖くて動けない。なんか何も起きないですね。トランプやります？私手品できますよ。いいね。みんな殺し合いなんてする気ないんじゃないかって思ってしまうし、特に部屋に戻った2人なんてね。ねえ、みんな僕より大人だよね。ばっかじゃないの？口の悪いガキだな。
秋山お姉さんに言われたくないけどね。さあみんな、このゲームのルール分かってる？殺人には拳銃、ナイフ、能力しか使えないんだよ。殺傷能力のある能力は多くないように見えるし、何より最初から自分の能力を晒すなんてバカだよね。ってことは拳銃かナイフを使うしかないわけだけど、それはマーダータイム以外部屋から持ち出せない。でもマーダータイム前に一旦ロビーに集まらないとマーダータイムに参加できない。ということはだよ、マーダータイムが始まった後一度部屋に戻る。それはつまり殺しの道具を取りに行くってことだ。だから部屋に戻った2人こそやる気満々ってことじゃないか。そんなこともちろん分かってますよ。お子様でも分かるんですから気づかないはずがないでしょ。最初は観察が一番なんですよ。見ず知らずの馬の骨を相手にするときはまず注意すべきは拳銃携帯可能、ナイフ携帯可能能力ですね。これらはマーダータイム以外でも武器を携帯できる能力です。さっきあなたが言ったように武器を使うには一度部屋に戻らないといけないですが、それらの能力ならその必要がない。一見どうしようもなく使えない能力ですが、実は絶大な威力を持っています。ということで貧富の差がはっきりする大富豪を希望します。トランプやりたかったのかよ。はっ、お前ら揃いも揃って当たり前のことをドヤ顔でペラペラと仲良しごっこか？桐生くんおかえり。やあ、えらく長いこと部屋にいたね。そんなに警戒しなくても拳銃やナイフは持ってねえよ。俺には必要ないからな。俺はそんなもん使わねえ。どうだかな。そうやって油断させて近づいて奄美あたりをズドンなんて企んでんじゃないか。そう思いたければ思っとけ。まあお嬢ちゃんがかわいそうだからマーダータイムが終わるまで少し離れたところにいてやるぜ。お嬢ちゃんって私だよね。年あんまり変わらないの。怖いよ。皆様、初めてのマーダータイムは終了となります。楽しかったですか？さて早速ですが本日の結果発表をいたします。誰が死んだか、誰が殺したか。本日1名が亡くなり見事殺人を成功させたプレイヤーがいます。赤木だけ戻ってきてないな。ってことは秋山様、早漏はよくありません。おっと、あなたは女性でしたね。これは失礼。しかしその通りです。赤木様が本日亡くなりました。ブラボー。こちらをご覧ください。赤木さん、死亡フラグ回収したんだね。えらいえらい。確かに自殺だが、これは赤木さんは6番ってことを晒してたから殺されたんだ。じゃあ